リンパに。エゾヤマザクラの花が咲いたら鹿の毛が生え変わって肉も美味しくなる知らせだと言われてる。そいつはいいお知らせだね。桜の樹皮は弓にぐるぐる巻いて折れないように強くする。マキリや矢筒にも巻いて使うし、板町の板を閉じつける時にも使う。狩りの道具に欠かせない木なんだな。そこの真弓の木はカスニと呼ばれてる。杓子の木という意味だ。硬くて木目が細かいので杓子やヘラとかに使う。大きな海の獲物に使う掟や熊送りの儀式でカムイの土産にするヘペライという花屋にも使う木だ。花屋は子熊をカムイの住むところへ導くものなんだ。そいつは大事な木だわ。前面是一个什么科普时间？おい宇佐美、ほどほどにしろ。進歩に火がつくぞ。怎么还在？残してる唯一の操作方法ですよ。黙ってろですよ。第七師団じゃ尾形も相当おかしな野郎だったが、确实不能相提并论。あの甘えん坊の腹たれこそ、こんにゃろ。覚えてます。花沢優作少尉殿のこと。203高地で戦死した尾形の腹違いの弟。こんにゃろ。もちろん覚えてる。こんなことがありました。尾形が杉本に冬の川に落とされて入院してた時。他还在想着。吓死了。あいつ上ごとで殺した弟の名前。他忘不掉。尾形が花沢少尉殿を？あら、知らなかったんですか。どうして殺した？仲は良さそうだったのに。永作确实对尾性很好啊。やっぱり殺すなって。鶴見中尉殿が？而且是真心实意的对尾性很好。花沢閣下を操れるって言ってたのにな。つまんねえ。みんなが優作殿を神聖視してるから利用価値があると判断したんだろう。あんなの親の七光でしょ。他不想贺建利用永作。やっぱそうだよな。化けの皮を剥がせば他不是伪装。一皮むけばみんな同じだ。お前ロシア兵を殺して悪かったなって思わないよな。思わない。殺されるのはそれなりの非があるからだ。余作伟觉得他们没罪，只是因为他爱贺建。そいつらを殺したって罪悪感なんて湧かないだろう。湧かないね。両親からの愛のあるなしで人間に違いなど生まれない。その通り。やっぱり俺はおかしくないな。優作殿が殺すのを見てみたい。できません。残念ながら優作殿の化けの皮は剥がせなかった。参ったな。やっぱり俺がおかしいのか。愛のない妾の子だからか。永作愛你。いや、待てよ。実は俺も父上から愛されていた。真的是没断奶その場合、的。俺と優作殿との違いは何もないってことだよな。清い人間でも何でもなくて、あいつだって人を殺して罪悪感なく生きられる素質があるということだよな。じゃあ父の愛を確かめるには優作殿がいなくなればいい。そうだよな。そうだね。まあ当初の計画通りとなったわけです。果たして花沢閣下は一度捨てた百之助への愛に目覚めるのか。結果は花沢閣下は見向きもしなかった。あいつ優作殿が清いまま死んでったからもやもやしてるんです。可愛いでしょ。虽然是很可爱，但是付き合ってられん。お前が裏で造反組を煽ってたのは分かってるんだよ。那
能不要这样对待伤员吗？あのことか？卫星，失った軍神を貴様の中に見るはずだ。よくやったぞ。他在乎这些吗？气死了，宇佐美气死了。お前、第七師団長になるのが目的で花沢閣下殺しを引き受けたの？いや、最後にいろいろ話したかったから。師団での力が強まれば。这什么宫斗剧啊？等一下，期待してたんじゃないだろうな。这在争什么宠啊？我请问呢？見ろ、鶴見中尉殿はお前のお父上が邪魔だっただけさ。優作殿を殺したのにお父上は愛してくれなくて、お父上を殺したのに鶴見中尉殿は代わりに愛してくれなくて、誰もお前を愛してくれる人がいなくてふてくされて、全部鶴見。宇佐美只能说有一部分是看清了。わきまえろよ。僕たちは鶴見中尉殿の駒なんだぞ。月島軍曹殿を見習え。あの人は自分が駒だってよくわかって。别再虐月岛一下好吗？よかったですよ。最高でした。何の話だ？宇佐美一直在贺健的身边，看到了一切，所有的进程。タイの士気がうなぎ登り。鶴見中尉殿のために一丸となって戦おうって。いいなぁ。僕も月島軍曹殿みたいに鶴見中尉殿から駒として使われたい。あれって最高の使われ方じゃないですか。私は部下を駒団などとは思っていない。はいはい。でも僕が鶴見中尉殿に戦友だなって言われたら吹き出しちゃうかも。僕もお前も月島軍曹殿や優作殿や小糸のボンボンと同じ駒なんだよ。一丁前に鶴見中尉殿に盾つきやがって。可愛さ余って憎さ100倍に執着してるんだろ。僕にはわかるんだ。お見通しだぞ。そのチンプラ妄想に付き合うとすれば、宇佐美は駒でも農民出身の一番安い駒だな。蓄谋已久。宇佐美上等兵殿、大丈夫ですか？おまるで殴られた。今三島一等卒が尾形を追ってます。聞いたか？僕が一番安い駒だって。いえ、聞こえません。卫星总是会戳别人的痛处，戳的最痛的。他怎么又来？哦，还在射小鸟。夸奖你。やっと左打ちに慣れてきた。では狙撃兵は完全復活したわけか？いいや。狙撃兵は人間を撃ってこそだ。别，我真的不想再看有人死了，我真的很害怕，好吧。杉本はいつもアシリパちゃんから離れないな。あの子は狩りがうまいんで重宝してるやっぱり白石があいつらとつるんでるのがわからねえな。第七師団や土方歳三みたいな危ない連中と渡り合おうなんて。分が悪けりゃ早々に逃げる男だろ。已经不是原来的白石了。成り行きよ。かける人数が少ない方が配当も多い。よほど賞賛があるってことじゃねえのか。あのお嬢さん、のっぺらぼうと同じ深い青い目をしているよな。不能让他知道阿西利帕会解谜，解开人皮地图。シ
信用できねえのはお互い様だ。でも手を組むなら情報は何でも共有しないと命を張れねえだろ。俺の勘だけど、アシリパちゃんは暗号を解く方法をもう知ってる気がするんだよな。お前、もしかして教えても。山原没跟他说实话。俺だってそこまで信用されてるわけじゃねえよ。これを見ろよ、白石。なんだよこれ。金か？支笏湖で砂金と一緒に沈んでいたものさ。その刻印。他也知道。天呐，他要拉拢白石，不要再分裂军心了。いらないいらない。アッカムイは子守のカムイ。人を助けるカムイなんだ。ホロケウカムイもそうだ。子供だったレタラを見つけたのはこの辺の森だった。あの星と隣の星とその隣の星が九の中、弓の星だ。弓に見えた。あれが愛の中、矢の星。シェ哦ア、サルシカムイのカの中、尾の長い熊の姿をした星。じゃあ、あの星とあの星とあの辺は何見える？チンポみたいな星。チンポの星は为什么阿西吧？あれはホロケウカムイの野中だ。あれが前足で、あっちが尾っぽで。ホロケウってどんなカムイ？消えてしまったカムイだ。哦，好久没有见列塔拉了，好可爱啊！次の世代の子たちもホロケウカムイがどんな姿か見られるといいね。この森にレタラの子孫たちが増えてさ。ね、アシリパさん。アチャの名前、ホロケウオシコに。これが暗号を解く鍵で間違いはない。母がつけたアイヌの名前をわざわざ暗号に入れた。そんな人がアイヌをたくさん殺して砂金を奪うなんて。だからキロラン家ニシパはアチャを殺したの。埋蔵金がアチャとキロラン家ニシパ、みんなの運命を狂わせた。本当に金塊は見つかった方がいいんだろうか。杉本に暗号解読の鍵を教えなければ杉本は私から離れない。私が杉本の就能让他不去送死，いっそのこと永遠这样互相为伴。このままずっと一緒に。杉本、お前はもし金塊を見つけられたらどうするんだ？故郷に戻って好きだった人と暮らすのか？埋蔵金が見つかったら杉本は私の元から。あれなんだ？切り込みが。这是很重要的问题。あっちの木も。この辺全部去到了地下室，入ってるぞ。你接下来会去做什么？急げ杉本。这什么陷阱吗？何事だ？啊！这要是真被压倒了，これが北海道の伐採方法さ。这被压倒了不活不了命的。風上の一本を切り倒す。すると辺り一面が将棋倒しになる。杉本たちはこっちの森に入っていったぜ。まさか巻き込まれてねえだろうな。白石。アシリパちゃん。アシリパさん。杉本、大丈夫か？アシリパさんこそ。痛いところはどこか挟まれてないか？手とか足とか。わからない。
かり気を確かに頑張って出るぞ。統合閣下か。また統合閣下いただきですね。お前出世せんぞ月島。他俩好可爱啊！鶴見中尉殿が札幌で待つようにとのことです。アシリパ捜索を切り上げて向かって。来了，索菲亚，知り合いか。好像野兽でも啊！かなり危険そうなので気をつけてください。今は抑えなくては。アシリパの居場所を見つけるために。哦不，故郷に戻って好きだった人と暮らすのか。梅ちゃんっていう人がいるんだ。哦啊！ああ、梅ちゃんと一緒になるはずだったんだ。俺の家族がみんな結核で死んだから離れるしかなかった。梅ちゃんはトラジと結婚したんだ。山原太帅了，他们都离开了。杉本アシリパちゃん、杉本アシリパちゃん。そんなに必死に探すってことはやっぱりあのお嬢ちゃんが不关那些，の娘なんだろ。どうなんだよ白石。うっせえな。なことどうでもいいんだよ。約束を守るために故郷へ戻って他发小的遗愿ト。ラジの嫁さんに金を渡さなきゃいけない。金塊を欲しい理由が杉本らしくてよかった。じゃあ埋蔵金はどうしても必要だな。埋蔵金が見つかってもアシリパさんがこの事件に納得できるまで俺は相棒のままでいるから。本当に聞きたかった答えはそれじゃないんだけどな。その前にここから脱出しよう。白石たちがきっと助けに来る。あいつも下敷きになってるかも。あいつな啊ら一生懸命俺たちを探してくれるさ。白石も杉本とは違う意味でよほど金塊が欲しいんだろう。地獄の金の亡者だから。確かにそうだけど、あいつは俺との約束を守ってカラフトでずっとアシリパさんのそばにいてくれた。だから俺と同じように教えてもいいんじゃないかな。アシリパさんが暗号を解く鍵を思い出したってことまでは。そうだな。本当はもっと早く教えてもよかったけど、言い值得信赖的白痴。アッカムイが助けに来た。カラフトでのことが無駄じゃなくてよかったよ。白石、よくここにいるって分かったな。眼神太好了。それがお前らが倒した木の下哇，敷きだった。犀利！それ大変だ。どこだ。ここにいたカムイはどこに行ってしまったんだろうな。
森のこっち側はこんなありさまだったのか。気づかなかったぜ。私たちの生活だって木を切る。和人と一緒に鹿も熊も狼だって殺して毛皮を売った。裕福に暮らそうとするのは誰にも責められないと思う。取りすぎなければいいだけなんだ。狩りで取った獲物の肉は全部持って帰らずに少し山に返す。山菜も残しておく。来年またそれが増えるから。私たちはずっとそうしてきた。全部取らずに残しておけば私たちのカムイは消えない。アチャがそう言ってたのを思い出した。棒太郎、さっきの金貨をアシリパちゃんに見せてやったら。この子はのっぺらぼうの娘だ。おい白石、いいのいいの。房太郎其实很聪明的。支笏湖に沈んでいたんだ。アシリパちゃんが持ってな。その文様、俺たちの入れ墨と似ている。谜底一点一点揭开了。この十字、アイヌの文様に似ている。交互にとか交差とかを意味する。大昔に各地のアイヌが互いに持ち寄って集めたという埋蔵金の一部を溶かして自分たちの国っていう夢を掲げて記念に作ったんじゃない。自己的货币。女王，完全的女王啊！这就结束了，我真是。不过这一集我觉得阿西帕就是从各方面都真的明白自己要去做什么。一个是最后揭开的一小个谜底的拼图吧，还有一个我觉得就是跟山原也有关系吧。毕竟他一直在追问，就是山原拿到金子之后会怎么样嘛，就是接下来一步的计划，就这也是他的一个核心的动力吧。毕竟他之前已经在犹豫，是不是不去，干脆不去找这个金子呢？可以选择其他的方式去守护阿伊努，然后呢，还可以山原继续就是跟他留在身边吧，留在阿西帕身边。当山原说出就是把金子给到阿梅之后，他还会继续跟阿西帕做搭档的时候，阿西帕说他想听的不是这个，并且也说这个回答非常的山原。其实我也觉得，就是毕竟山原他一直承担的这种就是为他人而活的枷锁，而山原这个时候给到阿西帕这个回答更像是一种标准答案吧。但是阿西帕，我觉得阿西帕他真正的想听的是就是独属于他们二人的未来吧，或者是类似于像一个未来的承诺，而不是一个任务。我觉得他也想山原在介绍他们的关系的时候也说出他是重要的人吧。救出来之后，阿西帕面对这轰然倒塌的一大片树林，也是在说我们也会去砍树，去捕猎，去卖皮毛，总会留下一点，就像那个野菜一样，这样的话来年它还会长出来。只要这个他们不取走所有的部分，这样的话卡姆伊就不会消失，就是一切都是要有一个适量吧。如果在这样子的斗争，在这样的欲望面前不给生命留下一些余地的话，那么这样过下去的生活它绝对不会是独善其身的。今天留一点野菜，明年也会收获更多。今天不把这片树林砍掉的话，后代就会有遮雨的地方，就类似于这种感觉吧。很多的寻宝者他还是更多带着不择手段的目的去的，他不会说温柔的留有余地。就为了去找黄金，他们可以破坏他人的这个家园，或者是动物的家园。最后阿西帕也说他已经想好要为阿伊努做什么了，我觉得也是直接呼应到他父亲的这个团结一致的信念始终没有改变吧。我也是非常期待接下来还会做出什么样的一些决策。毕竟之前的话，前几季很多部分他都是被推着往前的，不管是他父亲和基多兰克的这些遗愿，还有就是外部的这些威胁，像贺建他们，所以他不得不去顺着这个剧本去前进。但是如今他已经从这种被动的这个承受者转化为成了一个主动执行者。
我觉得核心肯定还是想去延续他父亲还有索菲亚他们当时就是团结一心的这个理念。很高兴最后阿西帕和山渊也都是跟白石坦白了，就是阿西帕已经知道这个解谜的方式了，也是经历了好几季的故事了吧。白石真的是当之无愧的好搭档好伙伴。虽然跟房太郎的印象里他一样，最开始是一个更加为自己考虑的这个越狱犯，或者说是一个非常利己的独行侠，但是他最终也是融入到了他们这个团队之中。我觉得白石目标他也不再是最开始纯粹的就是这样东奔西跑，然后呢能够自己好好活下去。现在就是不管是阿西帕还是之前像基鲁兰克，他们的这些愿望也都在就是白石心里种下了种子吧。就他也已经不单单是为了自己，而是为了一些可能更加宏大的目标在继续行事。然后我当然一定是会要谈一谈就是这一集对于尾行的这么一些塑造吧。于佐美他一部分肯定是比较看得清了，就是像尾行他一开始就没有被爱，所以他一直在闹别扭，不管是他妈妈还是他爸爸的爱，他都是渴望去拥有的。包括就是于佐美她也听到了虚弱的时候，尾行也有喃喃说出就是永作阁下，这就是他的本能执念的一个外露吧。毕竟杀了永作他更是一个孤魂，之前永作还百般对他好，虽然他都不想承认那些是真的，但是呢他一直是很孤独的。尾行他杀掉的不只是一个弟弟，更是他从未获得过的，或者说是这辈子唯一可能获得的这种不带偏见的家人的至亲的爱吧。于佐美也是怀疑尾行他是不是想去当这个第7师团下一代团长吧，但是尾行他怎么会在乎这些呢？我觉得他杀父还是因为就是他一直有个执念，就是想被看见吧，就是被父亲看见。当他杀死永作的时候，他的父亲会不会想到他呢？当然是不会的，他直接弑父，也是切断了这份念想吧，这份求而不得的一种期望。于佐美一直沉浸在他对这个鹤见病态的依赖里，就是谁都感觉像是对鹤见有所图。我还挺喜欢一直都有就是尾行他去射击鸟类的这个场景吧，就是从小时候也是，他小时候也想把他精准射击的鸟儿带回来给他妈妈看，但是他妈妈根本不管他，就哪怕是短暂的一个在意，他的父亲母亲都没有给到他。他知道没有人会认可他，但是他还是反复的去做这样子的事情。看这个第4季的时间跨度也挺大的，最终呢我们也是马上要迎来第5季了。我和小山猫也在这里祝大家新年快乐了，我们下一个视频再见了，拜拜。